wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekend.
皆さんこんにちは、きよです。ではここからは動画内でも少し読んでいましたが、図書館で借りてきた本を今日は紹介したいと思います。借りてから日数が経っているので、もうすでに読み終わっている本もあれば、今途中という本もあるので、読み終わったものに関してはその感想などもお伝えしながら紹介したいと思います。で、今回借りてきた本はですね、ここにあるんですけど、よいしょ、じゃーん、こんな点あります。で、実際借りてきた日からもう読み終わってすでに返してしまったものもあるので、最近の2週間3週間あたりで読んでる本はこれ以上にあるんですけど、今手元にあるものを紹介したいと思います。で、サムネを撮った時にそこの写真に入れ忘れてしまった本が1冊だけあるので、まずはそれから紹介したいと思います。ではまずその入れ忘れた本がこちらになります。ぶらり世界の家事探訪ヨーロッパ編という本です。こちらフランス、ポーランド、フィンランド、ノルウェー、イタリアの5カ国で暮らし体験というものをした方のエッセイになります。いろんな国での現地での生活がどういうものなのかっていうのをとても面白く分かりやすく書かれています。で、動画の中でも読んでいたんですけど、今はフィンランド編に入ったところになります。フランスとポーランドは読んだんですが、やっぱり国によってちょっと文化が違うので、いろいろなところで違うんだなっていうのを改めて感じました。これ結構早く読めそうで、1時間あったら半分ぐらい読めたので、もうあと1時間ちょっとあれば読み終えることができるかなと思っています。とっても楽しい本なので、海外にね興味のある方はぜひおすすめの本だと思います。では2冊目はこちら、晴れた日は図書館へ行こうの物語は終わらないっていう副題がついているんですが、最終巻になります。こちら4巻目、このシリーズの4巻目になるんですけど、それで最終巻ということです。で、こちらも少し読み始めていまして、今これぐらい読みました。で、このポプラ文庫ピュアフルという文庫なんですけど、ちょっとだけお見せすると、中の文字が普通の文庫に比べてゴシック体っていうんですかね、ちょっと可愛らしい感じの文字になっていて、そこが好きな文庫です。で、結構児童書っぽい雰囲気ですし、内容も子供が主人公だったりするんですけど、でも普通の一般書のところに置いてある本なので、大人が読んでも楽しめる本だと思います。図書館にまつわる話というか、本にまつわるちょっとした日常の謎を解いたりするという日常の謎系の話だと思います。これも好きなのでもう終わっちゃうんだなと思うと寂しいんですけど、最後まで読みたいと思います。続いてはこちら、忘れながら生きるという牟陽子さんのエッセイ集になります。これも本当に少しだけ読み始めていて、こんな点読んでるんですけど、この本の読み始めてすごいなと思ったところは、この牟さんが1ヶ月でこんな点の本を買いましたっていうのを一覧で値段付きで載せていただいてるんですけど、その本がですね、例えばなんですけど、こんな点1ヶ月で購入してるんだそうです。で、エッセイの中でも言われてたんですけど、買って全部読んでいるわけではなくて、買うのが楽しいというか、それで満足しているっていう本もあるみたいで、ぜひとも全部読みたいとはおっしゃっているんですけど、この本が出たのが2023年8月ということなんですね。なんですけど、この本に書かれているエッセイは2000年に刊行された本を文庫化したものになるので、結構前になるのかなと思うんですけど、今どれぐらい読めていらっしゃるのかなっていうのも含めて興味深いです。本当に月にすごい買ってるんですよ。こんなに買うんだな作家さんっていう、人によると思うんですけど、こういう本を買ってるんだっていうのも知れて、
それも面白いエッセイ集だと思います。ぜひ興味のある方は読んでみてください。では文庫本としては最後ですね。はい、こちら急がない練習という、なんともこの絵がシュールでなんか面白い感じなんですけど、この作者の方は住職さんみたいで、なんかお坊さんみたいなんですね。なのでそういう禅の心からこう急がない方がいいっていうか、その心の持ちようというか、そういうのを書いてくれている本でした。でこちらのこの大和文庫っていうのって、そういうなんか生き方みたいなのとか、そういう生活に関しての本とかいっぱい出していて好きなレーベルさんなんですけど、これも本当に一つの話がもうそうですね、見開き1、2、3ページとかあるかなぐらいで一つの話が終わっていくので、とっても読みやすいと思います。私も今最初の部分読んでるんですけど、なんかこういう本ってざっと一気に読むっていうよりかは、ちょっとずつ自分にこう当てはまるようなところを読むのがいいのかなっていうのが本音ではあるんですけど、図書館で借りてる本なので、そんなことは言っていられず私は読むんですけど、実際は手元にね置いておいて、こうちょっと不安な時とか、こう心に余裕がない時とかにパラパラとめくって読むっていうのがいい本なのかなとは感じました。そういう本をお探しの方、ぜひ読んでみてください。ではここからは単行本ですね。まず1冊目はこちら、小説の小説という本です。これ何かで紹介されていて気になってた本で、ちょうど図書館の棚に普通に置いてあったので借りてみました。で、短編集みたいな感じになっていて、私は1話目をもう読んだんですけど、このここに書いてあるように、この作品を読むとき常識は捨ててくださいって書いてあって、どういうことかっていうと、普通だったらそんな風に書かないよねっていうことが書かれていたりします。で、1話目で言うと、ネタバレしたくない方はちょっと飛ばしてほしいんですけど、1話目で言うと、漢字とかに読み仮名が振ってあるのをルビっていうと思うんですけど、そのルビがただ単にこう漢字の名前を書いているだけ、読み方を書いているだけじゃなくって、もうそこが勝手に喋り出してるんですね。どういうことって感じだと思うんですけど、本文は本文であるんですよ、普通に。でその横にルビの大きさで小さくまた一つの話っていうか、一つの人格みたいな感じで書かれていて、なので1ページで2個文章を2人の人が同時に喋ってるみたいな文を読まなきゃいけないっていう部分がありました。1話目ではもうそういうルビをこういう使い方するんだっていうのも新しかったですし、ちょっとこの2話目以降もどういう感じで書かれているのかなっていうのが楽しみです。なのでそういうちょっと変わった本が読みたいよっていう方におすすめの本だと思います。では続いてはこちら、めでたしめでたしというこのなんとも昔話っぽい雰囲気の表紙なんですけど、これ絵的に分かりますよね、多分皆さん。そうなんです。桃太郎の話をもじってるみたいな感じなんですけど、この主人公は桃太郎じゃなくて桃次郎っていうんですね。で猿と鳥とキジとみたいな、猿と犬とキジのお供がいてみたいな。でこれは鬼退治に行った鬼退治をした後から始まるお話で、これもなんかちょっとシュールな感じの話なんですけど、鬼を退治しますよね。で宝物を取り返してこう村に戻ってきたんですけど、この桃次郎たちが、村の人たちが宝をね返してほしいっていう風でいっぱいやってくるんです。でもどの人が本当の宝物の持ち主なのか分かんないので、いろいろお話を聞いていくんですけど、いろいろ聞いてこうずっといっぱい聞いて、桃次郎はふーんって言って返さないっていうそのなんていうんですか、っていう感じなんですけど、宝物全然返してくれないんですね。
でずっと返さないっていうままほとんど進んでいきます。でどうして返さないのかとかそういう点も後々なんとなく明らかにはなるんですが、正直言ってちょっと難しかったです。私最後までこれもう読み切ったんですけど、で結局どういう話って私は思いました。なんかもっとちゃんと読まなきゃいけなかったのか、なんか違うもっとこう汲み取らなきゃいけないものがあるのか、なんかよくわからないんですけど、寝る前に読んでたからなのか、なんかこうあまり理解ができなくて、結局どういう話だったんだろうって思ってるんですね。なので、ちょっとこれはなんかどっかで調べないと私もこの本の魅力っていうのがわからないなって思っているところで、もしね視聴者さんの中でこの本読んだことがあって、この本の面白さっていうのはこういうところなんですよっていうのが分かる方がいたら、ぜひとも教えていただきたいなっていう感じなんですけど、これいつも私が見ている本ためっていうYouTube のあかりんが紹介してくれてた本なんですけど、ちょっと難しかったですね。私には何が原因だったのか分かんないんですよ。でもかといってもう一回読み直してみようとはちょっと思えない内容だったので、ぜひともちょっと知っている方がいたら教えてほしいなっていう本でした。そんな難しい本なんだ、一回読んでみたいという方はね、ぜひ読んでみてほしいと思います。はい、続いてはこちら、テクテク歩いていくっていう私流幸せの見つけ方って書いてるんですけど、こちら元 SKE48 の須田あかりさんのエッセイ集になります。どこかの多分雑誌かなんかでこう特集コラム的なのを書いていて、それをまとめたものっていう感じです。でこの須田さん愛知県出身の方なので、普段私朝見ているニュース番組どうですかっていうのがあるんですけど、それにもこう毎週かな、各週かもしれないんですけど出ていて、こう馴染みがある方なので、その方のエッセイ集がちょうどあったので一度読んでみようと思って借りました。これも最初の方少しだけ読んだんですけど、まずはアイドル時代の話について書かれていました。ああいう AKB の総選挙についての話とか、あまりこう馴染みがない世界なので、なるほどと思いながら読めています。でこれも結構写真とかもあったり、やっぱりコラムなので1話1話が半ページしかないんですね。なのですごく読みやすいと思います。須田さんファンの方はねもう読んじゃってると思うんですけど、須田さんを知ってるよっていう方はね読んで楽しいのかなと思います。あとはアイドルの世界ってどういう風なのかなとか思ってる方も楽しいのかなと思います。ぜひねこれも早く最後まで読んでみたいと思います。続いてはこちら、黒い絵という原田マハさんの作品になります。禁断の章っていうことで、なんか初めてノワール作品についてこう言及したって書いてありまして、ノワール小説集って書いてあるんですね。ノワールっていう言葉自体は聞いたことあるんですけど、どういうのを言うのかっていうのまで知らなくて、ちょっと知識不足感があるんですけど、結構こういう話なんだってちょっと1話目から思いました。これも短編集でいくつか入ってるんですけど、まだ全部は読めてないんですが、今3つぐらい読んだのかな。どれもなるほどねっていうコンセプトのお話で、これは結構好き嫌いが分かれる話なんだろうなって思います。私は雑食なので何でも読むんですけど、こういう話苦手だろうなっていう方もいると思います。絶対的なハッピーエンドになるわけでもないしみたいな、ちょっと描写も過激な部分もあったりして、受け付けない方もいるんだろうなっていう感じです。なのでちょっと詳しくはねお話できないので、この絵の雰囲気からしてもなんか人を選びそうな感じなんですけど、ちょっと最初の1話目をねちょっとチラチラ見るだけでもこの本の雰囲気がつかめると思うので、それを確かめて
自分読めそうって思うんだったら借りたりとか買ったりとかして一冊読んでみればいいのかなと思います。何も知らずにねまず買っちゃおうと思って買うとってなる方いるんじゃないかなと思うので、そこはちょっと注意の本かなって思います。では最後ですね、こちらです。川のほとりに立つものはという、こちら本屋大賞かなに以前ノミネートされていましたよね。でその時は読まなかったんですけど、ついに図書館に普通に置かれていたので予約せずに借りれたので借りてみました。で借りる時に Amazon とかのレビューを見て私調べることが多々あるんですけど、評価がすごく高かったんですね。なんか人生の一冊になるみたいな文が書かれていたので気になって借りてみました。ありがちな話って言えばありがちな話なんですけど、他者を思いやるっていうか、自分の想像だけで、自分の勝手な思い込みだけで人に接するんじゃなくて、やっぱり相手の思っている気持ちだったり、相手の立場っていうもの、置かれている状況っていうのをちゃんと考えなきゃダメだっていう感じの話でした。感動する話なんだろうなっていう感じで、ノミネートされるのもわかるっていうか、そういう話、そういう文学賞とかにはノミネートされるよねっていう感じの王道な感じでした。なので、王道な話が読みたい、最後すっきりっていうかハッピーエンドっていうか、読んでよかったって思える話が読みたいっていう方にはおすすめです。そういう話ってすごくたくさんあって、もういっぱい読んできて飽きてるんだよねっていう方にはまたこういう話かみたいな部分もあるかなと思うので、そういう方にはちょっと向かないかなと思うんですけど、王道なのでね、王道って言ってますけど、別に話は悪いわけじゃないですし、読みやすい一冊だと思いました。ということで今回はですね、こんなにたくさんの図書館で借りてきた本をご紹介させていただいたんですけど、冊数としては9冊の本を今借りて、読み終わった本もあれば読みかけの本、ほとんどが読みかけっていうか全部読みかけかな。まだ1ページも見てないっていう本はないですね。私併読派なんですよ。なので今読み終わった本はこれでしょ、これですよね。これだけ2冊だけなので 1,2,3,4,5,6,7 冊今併読してるっていう感じです。でやっぱりこういう大きい単行本は持ち運びにはちょっと向かないかなって私は思っていて、家で寝る前とかに読んだりしているんですけど、こういう文庫本は持ち歩いて読んでいます。でしかも寝る前に読む本と、ちょっとした休憩に読む本とっていう風に分けていたり、持っていく本でも、ちょっと遠出の時はこのいっぱい残ってる本とか、近場に行く時はあと数ページで終わる本とか、そういう風に分けていたりとかするので、場面場面によって本を変えるんですね。なのでこんな点の本を併読してるっていう感じなんですけど、しかも言うと Kindle も読んでるので電子書籍も読んでいますし、自分で買った本も読んでいるので、すごいことになってますどんな点で皆さん併読してるっていう方がいらっしゃるかわからないんですけど、私以上に併読している方もいらっしゃると思いますが、かなり多い方なんじゃないかなって私自身は思っています。ということでこんな点の本を今日はご紹介させていただきました。ぜひね、皆さんも図書館とか利用したりして、どんどん本の世界に入っていっていただけたら私も嬉しいなと思います。こんな本おすすめですよっていうのがあったらぜひ教えてください。ちょくちょく最近こういう本あって面白いですよっていうのをいただける機会が増えてきて、私もとっても楽しみにコメントを待っています。その本はね、調べて借りれそうなら借りたりとかして読んでみたいなとも思っているので、ぜひお願いします。それでは今回の動画はここでおしまいにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。
ティオでした。